仕事を終えて宴会中です。この酒場、品揃えが多くてワクワクするわ。ねえバラム、あれやってあれ。あれって、ロギン稼ぎの空中連続やさ切りですか？さすがに酒場でバットはやめておきましょうよ。むしろアリアのトランプ芸の方が受けが良いのでは？おめえらってアイドル芸人だったのか？道理で賑やかな奴らだと思ったんだよ。私は東の方からゆったり観光してきたもので、人の多いところは割といい稼ぎになるんですよ。アリアもほら、なんだかんだ器用ですし。ヌルメイドイエーイ。なに思い出話でもしようっていうの？慣れ初めでも語っちゃう？マスター、ガス入りのリンゴ酢おかわり。僕も氷菓子を追加お願いします。ああ、みんな自由だな。でもま、一仕事終えた後のエールは実にうまいよな、畜生。私もご相伴に預かろうかな。おい、さらっと参加してきたな。早速報酬の受け渡しか？ああ、報酬アイテムは個別に渡しておくよ。実直な仕事にはふさわしい報酬を。君たち物理職にもわずかばかり良い品を送ろうね。ああ、いいね。せっかくだからアリア君のものも受け取っておいてくれ。彼女はそんなにたくさん持てないみたいだから。いいぜ、後で渡しとくよ。預かり屋さん、お願いします。はい、毎度ありがとうございます。そこのアルスさんからお届け物です。受け取りサインお願いします。そして今回はそれとは別に知らせておきたいこともあるんだ。あ、ボーナスか？いいね。詳しく聞こうじゃないか。実は知ったところでどうしようもないことでもある。なんだ、もったいぶるな。世紀末でも来るってのか？惜しいね。惜しいのかよ。世界の断りが変わるのさ。今回のアップデートによってこれまでどの種族も同じだった寿命や老化年齢、そして成長間隔にそれぞれ差異ができたよ。つまり君たちの年齢や来歴、設定も変わってくるのさ。君の可愛い妹分が年上になってしまうかもね。だが私も悪魔じゃない。差異が生まれる特殊な種族の人それぞれに年齢変化の自由を与えようと思う。おめえ、いよいよ本当に何者なんだよ。私はただの紡ぎ手さ。物語のね。やあ、アリア。今回もなかなか苦労したようだね。いらっしゃい。そうなのよ。苦労した分お酒がしみるわ。報酬期待してるからね。ああ、君の分はまとめてダリアさんに渡しておいたよ。ところで君は若返りには興味がないの？あいつ、まさかあれで冗談のつもりなのか。ったくいい性格してやがる。でも、本当にシンシアが年上になったら、寿命が伸びたりしたら、私たちの関係はどうなってしまう？いや、もしそうだとしても決めるのは。クサクサする。ちょっくら風に当たってくるぞ。私も行く。ちょっと息飲みすぎたわ。なんとなくでこんなとこまで来ちまったな。そういえばさっき魔法アイテムもらったんだって。せっかくだし早速使ってこようかな。ついでに私も気分転換を兼ねて情報収集でもするかな。オッケー。へいよいさましだわ。ぶっ倒れんじゃねえぞ。そういえば地下街もまだ入ってないところちょくちょく残ってるよな。探索してみる？レベルも上がったし、二人でもなんとかなると思うけど。まずは先に受け取ったアイテムを渡しておこうか。レベル2の各種魔法と、カードにローブか。なかなか良さそうな装備だな。さすがに一度に全部は無理か。分けて渡そうな。溢れちゃう。でね、酔っ払ってんのかよ。いや、酔っ払いだったな。おい、アイテム類も預かるから、さっさと使っちゃいなよ。どんどん行きまーす。じゃあ、次は残りと装備も渡すぞ。大丈夫か？
一人で着られるか。さっきふざけたのは謝るわ。ほんとにいい装備ね、これ。今までの倍以上の性能してる。まあ、うちら、頑張ったもんな。あ、呪文もほとんど覚えることができたみたい。レベル2はほとんど習得できたよ。やるじゃないか。レベルアップの効果ってわけだ。私ももらった弓装備しとこうかな。命中率がちょっとだけ上がったかな。それじゃ、近場の小部屋からのんびり探してみますか。革鎧を着た男がいる。俺たちは地下街の味方。義足ギルドのメンバーだ。全員がスカウトだが、使う武器にはメンバーそれぞれのこだわりがあるんだぜ。俺の獲物はスカウトの1000倍特許、ブレードストリングス。このハイトを展開するには時間がかかる。効果を発揮するのは大抵他の敵味方全員が行動し終わってからだ。だが、1グループの敵に対して首筋を狙った攻撃ができる。格下の魔物グループなら次々に首を跳ねて一瞬で壊滅させることもあるんだぜ。ただ、こいつは扱いが難しくてな。スカウトとしてある程度経験を積んでからでないと思うように敵に当てられず、即死もなかなか成功しないだろう。良くも悪くもクロードの武器なのさ。革鎧を着た男がいる。俺たちは地下街の味方、義足ギルドのメンバーだ。全員がスカウトだが、使う武器にはメンバーそれぞれのこだわりがあるんだぜ。俺の獲物は無知。これを装備して攻撃すると素早く敵1グループにダメージを与えられるんだ。威力は低めだが、小型の敵集団なら魔法みたいに片付けちまうかもな。そして攻撃ではなく道具として使うと敵単体を束縛できる。束縛された相手は呪文や息の攻撃、道具使用が封じられ、命中や回避もしづらくなるんだ。束縛を成功させるには優れた感覚が必要で、欲を言えば筋力と教養も欲しい。敵との距離も近い方が無難だ。こっちの後衛から敵の後衛にみたいに遠いと難しいだろう。あと一つ、大事なのは敵を選ぶことだ。不定形の魔物や力の強い魔物には効かないことが多い。パワーではなく技、魔法で攻めてくる忍者とか魔法使いのような相手を狙うといいぜ。革鎧を着た男がいる。俺たちは地下街の味方、義足ギルドのメンバーだ。全員がスカウトだが、使う武器にはメンバーそれぞれのこだわりがあるんだぜ。俺の獲物は二刀流。まずは片手武器を持ち、もう片手に二刀流専用武器を持てば連続攻撃ができる。一刀流のように即死は狙えないが、全ての攻撃が当たればとんでもない威力になるぜ。一撃目で敵を倒したら二撃目は同じグループの次の敵を切れるから、雑魚集団相手にも効率がいい。スカウトの戦闘スタイルで一番防御力も高く隙がない。と言いたいところだが欠点もあってな。一刀流と比べるとどうしても貫通力が落ちてしまって、防御力の高い敵には弾かれやすいのだ。硬そうな見た目の敵を狙う場合は二刀流専用武器を外し、一本の武器での攻撃に集中する方がいいこともある。まあ、うまく使い分けてくれよな。革鎧を着た男がいる。あれたちは地下街の味方。義足ギルドのメンバーだ。全員がスカウトだが使うべきなるメンバーそれぞれのこだわりがあるんだぜ。俺の獲物は証券。俺たちスカウトは刃物を一本だけ装備すると敵の首筋を狙った即死攻撃ができる。戦士たちが苦戦するような強敵も一撃でやっちまうかもしれねえぜ。あったも植物、不死怪物、魔法生物には急所ってもんがないし、巨大で分厚い鱗に覆われたドラゴンの首をかっ切るなんてのもさすがに無理だ。敵を選ぶのが大事ってことだな。これは余談なんだが、俺たちスカウトは服の中に針や鋼節紐といったいわゆる暗器を仕込んでいて、一応素手でも即死攻撃はできる。でもまあ、成功率はお察しいってとこだ。素直に武器を持った方がいいぜ。盗賊色も多彩なもんだな。アリアみたいに魔法を使うようなのもいるし。へへへ。もっと増えてもいいよ。実際器用なもんだよ、アリアは。扉の看板には白洋教会仮設聖堂。
悪用協会は、そういえば、バラムがろうそくを持ったままだったか。明日でいいな。次はここね。冒険者たちが休憩している。彼らは細かい怪我をいくつも負っていた。羽回る金貨の魔物を見たことあるかい？あれは素早くて硬いから武器が当たりづらいし、攻撃呪文もなかなか効かないんだ。どうにも倒せないから一旦逃げてきたけど、よーく考えてみたらさ、こちらの命中率を上げる呪文や敵の防御力を下げる呪文を何度も使えば、武器で倒せるような気がするんだ。次はそういう風に戦ってみるとするよ。ああ、いつぞやのめでたい増えるコインか。確かにあの時は矢が刺さらなかったな。魔法でも対処法はあるってことね。白衣を着た若い女性がテーブルの上で火薬の調合をしている。冒険者さんたちもうすうす気づいてらっしゃるかもしれないですけど、魔物っていうのは一度にやたらたくさん出てくるんですよね。多すぎでしょ。ふざけんなって思いません？魔法の使い手なら攻撃呪文でまとめてやっつけることはできますけど、まあ魔法ってのはある種才能ですからね。できない人には一生使えません。でも大丈夫。そんな人たちにはこれがあります。そう、火薬です。採掘での葉っぱに使われるあの火薬だれが、なんと、木工ギルドと錬金術ギルド、そしてクエンズ商会の協力で冒険に持っていけるほどの小型化、軽量化に成功しました。松明なんかの火を導火線につけてポイッと投げればあら不思議。小型の敵や火に弱い敵は綺麗に吹き飛んじゃいます。でも火薬って高価だし、扱いが難しそう。なんて人には威力は控えめですが、お手軽な油瓶も用意しました。火薬だるも油瓶も、ぜひクエンズ商会でお求めください。宣伝だったー。部屋の中では、しかめっ面の男たちがテーブルの上に山積みされた金貨をせっせと選別していた。あの悪党どもめ、偽造かよ、こんなに作りやがって。おっと、冒険者さんたちよ。この偽金貨の中には魔法で命を吹き込まれた厄介なのが勝ってる。うかつに近寄らない方がいいぜ。魔物が現れた。魔物は突然襲いかかってきた。噂をすればじゃねえか。あらら、二人で十分よね。問題なく撃破した。レベルが上がるってのはすごいことなんだな。いいねいいね。修行の成果ってやつよね。室内を飛び跳ねる魔法の偽金貨を坊主頭の少年が追いかけている。東方の民族衣装を着た彼は修行中の武装。冒険者の職業でいう文句のようだ。こら、逃げるな、畜生、こいつめ。くそ、悪党め。この厄介な金貨の魔物を作り出すなんて、修行僧だって文句の一つも言いたくなるよね。なんちゃって。ああ。おいらたち格闘職はさ、修行で体を鍛えちゃいるけど、この拳で剣や槍ほどには敵の装甲を貫けるわけじゃないんだ。正直言うと、鉄の鎧を着て盾を持ったりしてるような相手はちょっと苦手なんだよね。あ、冒険者さんたち今、ひょっとして格闘職って弱いんじゃ、なんて思ったでしょ。違うんだよね。格闘ならではの強さってのがあるんだよ。格闘はね、手数がとても多くて、攻撃が全体ヒットすればとんでもない威力が出るんだ。だから動物や巨人みたいな体力があってタフだけど、防御力は弱い相手にはめっぽう強いよ。敵の装甲が厚い場合でも、味方に命中率を上げてもらったり、敵の防御を弱めてもらったりすれば、格闘の進化を発揮できるから、工夫して戦ってみてね。ちなみに今、オイラが捕まえようとしてる偽銀貨の魔物は、体力は少ないけど防御力がむちゃくちゃ高いやつだから、格闘職が一番苦手なタイプ。じゃあ、どうしてそんな苦行に臨んでるのかって？それはね、奉公先のクイーンズ紹介でおやつをちょろまかしたり何度も寝坊した罰だからさ。自業自得です。本当に申し訳ありませんでした。ゲーム的なこと言ってなんだけど、よく練り込まれてるわよね。ああ、どんな職業や状況でもやりようはいくらでもあるってことだな。モノクルをかけた女商人が金貨を鑑定している。おや、冒険者諸君、ご苦労さん。私はクイーンズ商会のものだ。いつも世話になってるね。古代の遺物というのは普通、その地の領主に所有権があるものなんだけど、国王陛下は冒険者を呼び込むため、問題の魔剣を除き全ての権利を放棄されてね。
遺跡から出てきた品をうちの店が買い取れば、それが冒険者諸君の収入になるし、都の経済は潤い、国の税収が増える。我が商会も品揃えと取引先が広がり、いいことずくめだ。これからも戦利品をどんどん店に持ち込んでくれたまえ。彼女は冒険の参考になればとアイテムの価値について説明を始めた。私が所有する商業ギルドと諸君らの冒険者ギルドの間では、品物の価値の取り決めに共通ルールを用いていてね。例えば店に並べられるのは鑑定が済んでいて、かつ希少度の設定がされた品物だけなんだ。希少度が設定されていないものをうちの店に持ち込んだ場合、大抵は王国軍や魔術師学院での研究用として金貨1枚で買い取らせてもらうことになる。そういう使い道すらなさそうなものはさすがにうちでも買い取れないけど、逆に遺跡内でだけ何かの役に立つ可能性があるという見方もできる。諸君が持っている方がいいかもしれないよ。さて、ここからが本題だ。希少度は1から7まであって、数字が大きいほど珍しく価値の高いものとなる。流通が多いのは希少度3までだ。それらは定期的に入荷するから在庫切れの心配がない。この段階では希少度というより価格差による分類になってしまうね。希少度4は優秀な職人の手による高値の花で、店にも限られた在庫しか置いていない。冒険者や狩人の落とし物なのか遺品としてなのか、この遺跡の地下3階、地下4階で見つかることもあるそうだ。希少度5や6ともなると、現在では失われてしまった古代魔法技術による品として数千枚もの金貨で取引される。それを自力で発見できるような冒険者はもう一流だろう。持っているだけで箔がつくし、お金に換えれば苦には困らないだろうね。希少度7は伝説の品だ。昔から語り継がれてきた極めて強力な武具や魔王王国時代でも最高位とされる呪文を秘めたマジックアイテムがこれに該当する。それを手に入れられるほどの冒険者なら、きっとこの事件も解決できるのだろうね。王様がお触れを出して探している魔剣シャルンディアは、本来ならば希少度7に分類される伝説の一振りだ。だが、クエインズ商会では買い取らないと取り決めをしてある。族から取り戻せたら、ちゃんとお城に持って行きたまえよ。価格の目安か。これはいいこと聞いたぞ。やっぱここの王様のやり方には舌を巻くな。おかげで私たちも人稼ぎできるってことよね。ワクワクするな。扉の看板には魔術師学院出張所。あ？ここって、なんか依頼されるんじゃなかったっけ？誰かが地下5階に向かう目安だって言ってた気がするな。メンバーが揃っている時にしようぜ。そういえばここの路地、前回何かが見えた気がしたのよね。言われてみれば入り口がなさそうな部屋があるな。散策してみるか？見やすくするね。ほら。あれ？なんだこりゃ。不思議だな。隠し扉を？隠し扉を見つけた。あ